どうも今回もいつも通りミキシング改造とかいうのをやっていこうと思います。はい、よーいスタート。というわけで今回作っていくのは HG アイアンブラッドオルフェンズ G クルーネでございます。鉄血のオルフェンズ MSV にて公開されたバルキュリアフレームの新型機なんですけども、ランスと盾っつうナイトチックな装備が良いですよね。それでゲームの方はいつ出るんすか？今回はこの G クルーネを使いましてオリジナル機体作ってみようかなと思います。オリジナルっつってもサクサクっと簡単にミキシングするだけなんですけどね。じゃあさっさと作っていきますわ。最初は脚部、グレイズとかと比べてスリムなシルエットなんですよね。こちら丸ごと別の脚部に取り替えてやろうかと思います。使っていくのはレギンレイズジュリアの脚部、めっちゃ尖っててめっちゃ長いのが良き。今回はこの脚部を G クルーネくんに使ってあげます。とはいえそのまま取り付けるのもあれなので、あえて G クルーネの足の付け根パーツを使って腰部のブースターっぽいのを残しておくことにしました。レギンレイズの脚部ブースターに隠れちゃうんですが、これで腰のスカスカ感はなくなったので良いのではないかなと思います。実際につけてみてこんな感じ。パッと見は悪くないのですが、全体的に若干バランスが悪い感じがするので、胴体の方でそのあたりの調整をやっていきたいと思います。というわけで胸部、今回はレギンレイズの足をどうしても使いたかったので、それに合わせたシルエットにするために、胸部の方を少しだけ改造していこうと思います。まずはフレームの腰との接続部をカットソーで切断面をヤスリである程度整えた後、1mm のプラ板を3枚重ねて接着させたものを挟み、サイドフレームを接着させます。このチャンネルでは珍しい延長工作ってやつですね。たまにやるとプラもやってるなーって感じがします。最終的にはこんな感じ。3mm 延長というとかなりド派手に伸ばした感じはするんですが、意外と良いさじ加減になっとるのではないでしょうか。多分思い切りが大事ですよね、こういう時は。次は肩。いつもなら真っ先にいじるんですけど後回しになっちゃいました。こちら元々の G クルーネの剣部が個人的にちょっと小さいかなと思いましたので、もう少し大きめのものと変えてやろうと思います。使っていくのはバルバトスルプスの肩。似たような丸っこいやつを探しました。この肩鉄血系の HG ということで無改造で取り付けることはできるんですが、このデカデカと刻まれている鉄火弾マークはちょっと似合わんなと思いましたので、今回はこちらのエポキシパテを使いまして、こちらのマーク埋めていくことにします。相変わらず便利アイテムですね、エポパテも。パテが完全に硬化しましたら、ニッパーやらヤスリやらでゴリゴリ削って表面を整えていきます。このパテの粉マジで健康に悪いので、マスクしながらか水研ぎしながら作業がおすすめですね。とりあえずこんな感じ。めちゃくちゃ綺麗に埋まったな。マーク自体は埋められたのでこのまま取り付けでも良いのですが、バルバトスそのままもちょっとつまらんかなと思いましたので、使わなくなった G クルーネのパーツの一部を使いまして少しだけディテールアップしてやろうかと思います。パーツを刻んでディテールアップといえば、最近発売したセイラマスオシのハウツー本、あれ買ったんですよ。あれ見ていろいろとディテールアップやら、ミキシングの参考にしようかなと思っていたんですが、すごすぎて全然参考にならなかったですね。最終的にはこんな感じ。G クルーネの膝パーツを切り刻んで前後にちょろっと貼り付けただけなんですが、割といい感じの装飾になっとるんじゃないかなと思います。最後にバックパック。 G クルーネの背中は地味に好きなんですけど、皆さんどうですか？首のあたりにちょろっとスラスターみたいなのが生えてるんですが、もう少しボリュームが欲しいなと思いましたので、別のやつを取り付けてやろうかと思います。使っていくのはガンダムバエルのバックパック。魂感じますよね。こちらのバックパック、というよりもスラスターユニットなんですが、こちらを G クルーネの背部に取り付けできるように改造していきます。まずはバエルのバックパックとスラスターユニットとの接続部分をカットソーやニッパーを使って切り取り、そしてその後切り取った接続部をヤスリで整えた後 G クルーネの背部に接着していきます。かなり大雑把なやり方しておりますが、いつも通りなんでいいでしょうね。とりあえずこんな感じ。
やっぱこういう翼みたいなユニットついてると結構いい感じの雰囲気になりますね。アグニ神感じるんでしたよね。このネタかぶったな。はい。というわけでジークルーネ。すべての改造を終えたものがこちら。動画で撮り忘れとるんですが、腰の方にガンダムバイルのブレードホルダーの一部を切り取ったものを接着しております。写真だとバイルソードが刺さっているんですが、後ほど MS オプションセット4に付属するバトルブレードに変更しております。バイルソードだとなんか短いなーって思ったんですよね。割とシンプルめなミキシングにしつつも、全体的にシャープな感じになるように意識してみたんですが、いかがでしたでしょうか。前の動画でも言ったと思いますが、鉄血系のキットはミキシングしやすくて良いですね。というわけで改造編はここまで。ここからは塗装編の方、やっていきます。じゃあ G クルーネ、すべてのパーツを洗いましたら、山善だ、初期乾燥機の魂山善の初期乾燥機で乾燥させます。いくらなんでも響きが悪すぎる。パーツを乾燥させてサーフェイサーを拭きましたら、次は本塗装の方やっていきます。今回の塗装レシピはこんな感じ。全体的にメタリックな感じの色合いにしつつも、色数を絞りまして渋い雰囲気のカラーリングになるようにしてみました。あんま関係ない話なんですけど、メタリック塗料って粒子が入ってるので、塗装ブースのフィルターがすぐ詰まったりしてめっちゃ大変なんですよね。その分労力に見合ったかっこよさにはなるんですけど。全塗装が終わりましたら、次は墨入れの方やっていきます。今回はチャチャチャっとブラックで墨入れ。というわけでね、墨入れなんですけどもね、いいですよね、墨入れ。こういう感じでね、スッと入っていくのがいいんですよね、墨入れ。いやー、墨入れいいと思いますよ、墨入れ。やっぱりね、ブラックもいいですけどね、墨入れ。やっぱ、ね、灰色もいい、ダークグレーみたいなのもいいかなと思いますけどね。はい。あれなんですよね。すいません、墨入れパートを話すことないわ。というわけで墨入れが終わりましたら、最後に艶消しクリアを吹きまして完成にしたいと思います。いや、塗装パートマジでなんとかした方がいいですね。なんか考えますわ。それでは G クルーネ完成編の方へどうぞー。というわけで、スカルモルドルーネでした。スカルモルドは剣を振るうときという意味らしいです。
バルキュリアフレームってまんま北欧神話から取ってるのが多いですね。いろいろな鉄血系キットを使ってオリジナルのバルキュリアフレームを作ってみたのですが、いかがでしたでしょうか。足とかまんま取り替えてるのでバルキュリアフレームの機体と言われたらまた違うんですが、ガンプラは自由だしいいんじゃねえかな。一番良くない使い方ですね。まあいいか。というわけで今回の動画はここまで。この作品がいいなと思いましたらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。終わりやでー。気が向いたら押してください。すいません。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。